皆さん、クライアントワークでウェブサイトを作るときに、使える素材が何もないところから始まって絶望した経験ありませんか？ロゴはあるにはあるけど、何年も前に作ったやぼったやつだったり、商品の写真をくださいって言えば、スマホで撮ったような薄暗い写真が送られてくる。デザインの腕がどうこう以前の問題で、素材が揃ってないとそもそもいいものを作れないんです。かといって僕らでカメラマンを手配したり、何時間もレタッチしたり、その予算も時間も現場にはないってことがほとんどだと思います。いいデザインを作りたいのにその手前で止まる。これウェブデザイナーが一番イライラする瞬間ですよね。でももしそのしょぼい素材1枚からサイトに使えるような高品質な写真やリデザインしたロゴ、足りない商品画像も全部 AI が作ってくれるとしたらどうでしょう？こんにちは、ヒロです。このチャンネルではウェブデザインやサイト制作、AI に関する最新情報を発信しています。今見てもらっているこのジャムブランドのサイト、使われている製品写真もロゴも背景の映像も、実はこれスタートはクライアントが送ってきた薄暗いスマホ写真たった1枚と古いロゴだけだったんです。そこから先は撮影も外注も一切なしで、全て AI デザインエージェントのラブアートで作りました。概要欄に専用リンクを置いておくので、気になったらぜひチェックしてみてください。それでは早速画面を見ていきましょう。はい、これがラブアートの画面です。中央に無限キャンバスがあって、ここに素材を置いたり AI が生成したものが配置されます。右側には AI チャットがあって、作りたいものややってほしいことを指示できます。まずはじめに、これがクライアントから送られてきた写真です。正直このままサイトには載せられないですよね。画質も悪いし、素人っぽい感じになっちゃいそうです。はい、でも全然大丈夫です。この写真をラブアートにアップして、チャットにこう打ってみます。このジャムの瓶の写真を、形、色、ラベルはそのままに、自然光のスタジオで撮ったような高品質な製品写真にして、背景はオフホワイトで、木のテーブル、奥に旬の果物をぼかして、はい、これで実行してみると、はい、見てください。さっきの指示だけで、スタジオで撮り直したみたいなプロ品質の一枚に仕上がりました。瓶の形も中身の色もそのままに、光と背景だけがプロの仕事になっています。撮影スタジオもいらないし、レタッチの時間ももちろんゼロです。素材がないっていう最初の壁がこれだけで消えました。次はもう一つの素材がない問題です。クライアントのロゴが何年も前に自分で作ったやぼったやつってこと本当に多いですよね。かといってロゴを作り直しましょうってゼロから提案するのも結構ハードルが高いです。はい、でもこれも大丈夫です。古いロゴ画像をアップしてこう頼んでみます。このロゴのコンセプトは引き継ぎつつ、今風にリデザインして、ミニマルで手書き感のある優しい雰囲気、果実のシンボルを添えて数パターン出して、はい、見てください。元の面影は残したまま、ぐっと垢抜けたロゴが作成されました。ゼロから別物を作るんじゃなくて、リデザインできるのが嬉しいポイントです。クライアントにも刷新するんじゃなくて、磨き上げましたと説明しやすくて、これはめちゃくちゃ実用的です。補足すると、今回は分かりやすさのために先に写真を AI で仕上げましたが、実際にロゴの提案も伴う案件では、先にロゴを確定させて、新しいロゴで製品ラベルを作って、その新しいラベルの状態で撮影して AI で仕上げるという手順になります。ここだけ順序を意識しておくと、写真とロゴが食い違わずに綺麗に揃います。ここで少しお時間をいただいて、もし少しでも参考になったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。動画制作の励みになります。ロゴが決まったらすぐにやってほしいのが、ブランドキットへの登録です。ブランドキットに新しいロゴやブランドカラーを登録しておくだけで、その後に作る全ての素材に自動でブランドの情報が反映されます。いちいち生成する際に、このロゴを使ってテーマカラーはこれでと毎回説明しなくても、AI がブランドのことを覚えた状態になるので、量産しても一貫性が保たれるようになります。あとはサイトを作るのには商品画像が複数必要になってきます。例えばトーストに塗ったシーンや俯瞰のフラットレイ、味違いのラインナップ。普通ならこれ全部撮影しないといけないんですが、これももちろん解決します。エージェントに頼んでどんどん作ってもらうだけです。トーストにジャムを乗せた朝食のシーンだったり、瓶と果物を並べた俯瞰写真。同じ瓶のデザインでいろんな味のパターンなどどんどん生成されていきます。しかもこのキャンバスは無限キャンバスなので、生成したブランド全体の素材を一気に見渡しながらトーンが揃っているかを確認できる。これが地味に快適です。ここで気になるのが、味の違いを作った時に瓶やラベルのデザインが微妙に変わっちゃわないかって不安があると思います。ここがエージェントの賢いところで、
基本的にはチャットのやり取りをしている中で、会話の流れからさっきと同じ商品の話っていうことを AI が判断してくれて、デザインを引き継いでくれます。いちいち同じ便でと毎回説明しなくても、文脈で受け取ってくれるって感じです。その上で、この画像をこうしたいっていう特定の編集を加えたい場合には、キャンバス上の素材を選択すると、それがチャット欄の参照画像としてセットされるので、あとはこの画像に対して色を変えてだったり、レイアウトを変えてみたいなプロンプトを指示することができます。はい、ここで微調整に便利な機能をいくつか紹介します。例えば、被写体の位置を変えたいとか、画像の一部を変えたいって時に、オブジェクト移動って機能がめちゃくちゃ便利です。画像を選択して出てきたメニューから、オブジェクト移動を選んで、画像の中の被写体を選択します。次に、被写体を動かしたい場合は、画像の選択範囲をドラッグして、移動したい場所を指定。入力フィールドには、被写体に対してのプロンプト指示が行います。これで実行すると、AI が対象を認識して、背景との整合性を保ったまま自然に動かしてくれます。これはめちゃくちゃ便利な機能です。製品サイトを作っていると必ずぶつかるのが、同じ写真を別の角度からも見たいっていう問題です。こういった時はマルチアングル機能を使えば、一つの画像から別の角度から撮り直したみたいなカットが手に入るので、詳細ページで商品を多面的に見せたい時なんかにめちゃくちゃ便利に使えます。はい、あともう一つ。ラベルの色だけ変えたいだったり、瓶のキャップだけ別素材にしたいってことありますよね。そういったピンポイントで変えたいときに、タッチ編集機能が便利です。ツールバーにマークという項目があって、このツールで画像の変更したい箇所にマークをつけます。すると、その箇所にあるものを AI が認識してくれるので、あとは認識されたものに対して、コーヒーをミルクティーに変えて、トーストの形を四角にして、といったようなプロンプトを入力するだけです。はい、すると、他の部分はそのままに、狙ったところだけ変えることができました。これもめちゃくちゃ便利な機能です。では、素材とロゴが揃ったので、これらを使ってサイトのファーストビューを組んでもらいたいと思います。これまでの製品画像と新ロゴを使って、ウェブサイトのファーストビューのデザインカンプを作って、日本の EC サイトなので、情報量は多めに。こんな感じで生成してもらいます。はい、これが生成されました。さっきまで薄暗い写真1枚だったのが、もうブランドの世界観が完成したファーストビューに仕上がっています。いや、これはほんと素晴らしいです。もちろんこの続きでサイトに必要な他のセクションもそのまま生成していくことができます。はい、これらを組み合わせて完成したものがこれです。はい、これだけで Web ページのデザインが丸ごと完成しました。どのセクションを見ても素材だったりトーンが揃っているので、全体的に統一されたデザインに仕上がっています。でもラブアートはこれだけじゃないんです。このファーストビューの背景、動かせるんです。作った画像をそのまま参照画像として動画化することができます。はい、見てください。静止画だったものがサイトのヒーロー背景に使える映像に仕上がりました。これでさらにクオリティがアップしました。撮影も外注もなしで、スタート時点は薄暗いスマホの写真1枚と古いロゴだけです。そこからここまで来ました。ラブアートを使う最大のメリットは、素材がないって理由で手が止まらなくなる点にあります。いい素材がないからいいものを作れないというデザインの腕とは関係ないところで止まる時間をラブアートは丸ごと消してくれます。だから僕たちは本来やるべきであるデザインや実装に集中できるようになります。今回紹介したラブアートの詳細は概要欄のリンクからチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。